アンニョン、パクンで、隣にトミさんを招待しております。30年前に日本に来て、韓国に帰って、また日本に来て、そして今はタクシー運転手のお仕事をされています。なぜ30年間経った今、タクシー運転手のお仕事をされているのか、どういったエピソードがあるのかを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずはですね、タクシー運転手、具体的にはどういった仕事を1日やってるのか。だいたい朝、4時半に起床します。会社には、6時ぐらい着いて、6時半ぐらいでだったら、アルコールチェックします。その後、車をチェックして、出庫することになりますね。それで、だいたい7時ぐらい会社を出たら、ずっと回って、4時ぐらい。翌日の4時から5時の間に会社に戻って、車最後きれいにして、あとアルコールチェックをまたもう一回します。ほぼ20時間ぐらいですね。だから街で寝てるタクシー運転手さんとか。そういう人です。週6時間働いて3時間は休める時間が与えられます。別にこの話は韓国人でも日本人でも同じような仕事なんです。で、こっから本題でして、2番目、日本に来て、いろんな職業の中で、なぜタクシー運転手を選んだのか。無邪かもしれないですけど、社会はちょっとうんじゃり。もう二度とそういう組織に入りたくない。どの会社でも同じことだと思うんですけど、その組織の中の派閥ができちゃうんですね。その派閥の争いが無駄な時間、無駄な効率、人を傷つけたりすることがあったので、ほぼ13年ぐらい働いてたんですけど、もううんじゃりでした。じゃあ、より個人で働けるような。そうですね。タクシー会社でも、法人ですけど、会社の社員であれ、半分、9割は自営業だと言っていいと思います。もう給料が決まっているわけでもないし、自分が頑張った分、あとはもう遊んだ分、給料が差があるんで、それも魅力だし、正直。東京でタクシーやったら、もう東京もよく分かってくるんじゃないかという、そういう楽しみもあって、韓国でやった方がいいじゃないとか言われたんですけど、でも韓国でやったら、そういうタクシーをやる意味がないかなと思いました。なぜ？日本だから挑戦の意味がある。私の人生で一番大事なのはやっぱり挑戦。今日より明日に良くなる自分を見たい。安定を追求したらずっとそのままだと思うんで、だから日本でタクシーをやる決心をしました。もちろん、免許とかっていうのは、日本の方と同じく車の免許取って、あと二種免許取ってるんですよね。そうです。入る前に考えてたのは、今実現されてますか？そうですね。自分が頑張った分、そのまま給料で出てくるし、会社の人間とのトラブルとか全くないし、ただ辛いのは寂しいです。自分で一人で運転してると音楽流れてたら一緒に歌ったり、いろんなことできるんじゃないですか。お客さん乗せてると、ずっと監視されてるんですね。はい。変な道走ってないのかとか、アクセル出したら急に乗り心地悪くないのか、ずっとそういう監視されてる気分で、お客さんがいてもいなくても、その寂しさ。内容を変えて、はい、収益的な話でいう、一番うまくいってる日の売り上げっていうのはどんなものですか？税込みで。13万でした。逆にうまくいかない日は？うまくいかないと7万台かな。それで中でどれぐらい戻ってくるイメージですか？それで6割。僕個人的には、タクシー運転手って稼ぎが良いイメージがある中、一方、運転手やる人が少ない、人手が足りないって話も聞きます。実際にタクシーやってみると、タクシー多すぎるからと思いますよ。確かに。みんな競合ですもんね。空車ばっかりなんですよ。そうなんですね。普段は溢れてると思いますよ。でも、一時、1時間とか2時間、ラッシュアワーとかあるじゃないですか。そういう時足りないから、タクシー足りないと言ってるんですけど、一日ずっと回ってるから、それを全体的な効率から見ると、そんなに良くないんです。会社でも同じこと言ってるんですよ。タクシー足りてると思うのになんで足りないのか。勘違いだ。その時、一瞬だけお客さんが手上げとか、そういう時期があるんですけど、20時間で3時間ぐらいかな。ありがとうございます。はい、別の質問で言うと、タクシー運転手の中で外国の方が増えてきてる印象があるんですよ。そうですね。それはなぜ？どんどんみんなが年取っていくんで、辞めていく人が多いんですね。自分の意思じゃなくて、適正検査とかあるんですけど、それがダメだったら、辞めざるを得ないという人もいるし、人継ぐ人が少なくなってくるんですね。そういう人が足りなくなるっていうことは、収入が良くないから足りないんですよね。どの業界でも同じですよ。外国人がいっぱい増えてるのはやっぱり地方の方です。今、東京の方では、うちの会社でも新卒も入ってくるんですよ。また外国人の話で言うと、外国人の白タクシー問題とかあるじゃないですか。ありますね。それ現場から見るとどんな気分なんですか？白タクシーは、なくしてほしいです。税金払ってやってないんじゃないですか、それは。そういうところは万が一の事故とかあった時
に。それもありできますね。ないんですよね。それもありますね。で、4番目の質問がですね、はいタクシードライバーという職業を通じて、日本社会と人々への認識が変わったりしました。まあ、いろんな人はいるな、やっぱり。タクシー運転手にランダムに人を乗せてもらそうですね。最低だった場合はどんな人？最低の場合、若い人が運転手に対する態度とか、それが一番ムカつきますね。酔っ払ったから自分の意識じゃなくて、お酒に頼って乱暴なこと言ったり、そういうことは少しは理解ができます。若い20代がもうその親ぐらいの、なんかどんな感じの暴言？一般的にはそういう人が少ないんですけど、新宿、六本木あたりが一番荒いです。じゃあ戻って、ここっちいて、みたいな。タメ口で。あっち、こっち。目的地じゃなくて、ずっとそんな感じなんです。そうそう、左。はいお前何やってるんだよとか、そういうことを聞かれると、はい自分の運転が下手かなって思うんだけど、ちゃんと法律を守ってやってるんですね。信号あるんじゃないですか。赤、黄色、青。あるんですけど、黄色になる瞬間って、停車線がある直前で黄色になる瞬間があるんですよ。あと、そういう中間する交差点を過ぎている途中で黄色に変わるとこあるんですけど、左右の信号見れば、歩道の信号あるんです。あれ見れば大体読めるんですけど、それで黄色になるんだと思って、このまま行っちゃったら急ブレーキになるから直行しようって思って直行したら、お前なんで走らないんだろうとか、20代が。そう。そうなっても、返すのダメですよね。すみませんで返すしかないんで、で、最後の質問は、今まで最低の話をしたんですけど、最高のお客さん。応援しているお客さんが一番ありがたいです。それを乗ってる場合ってどんな感じで応援してくるんですか？乗っている場合、私、後ろに書いてあるんですよ。私は韓国人です。東京が好きで、元東京知りたくてタクシーやりました。よろしくお願いします。過去に、質問があったら何でも聞いてくださいということを書いておいてるんです。たまにそれ読んでくれる人とかいるんですけど、お兄さん頑張ってねとか、そういうことをしたり、あと、チップをくれたり、言葉だけでもありがたい。そのチップをくれたというその気持ちが感謝なわけですよね。そうですね。でも、頑張ってとか、応援するよとか、降りながら、そういうこと、一言が、無礼な人の思いが飛んじゃうんです。多分いい人の割合がもっと多いですよね。そりゃそうです。どんな社会でも同じくそういう人間も、いい人も悪い人もいるんですけど、いい人の割合が多いから、この社会が成り立っているかなと思いますね。ありがとうございます。トミーさんのお話を聞くことができました。で、タクシーの中で韓国のことを書いてるっていうお話を聞いたんですけれども、こうやってトミーさん、民間の、日韓の架け橋として活動されてる、感じで、すごいなというふうに思いながらいました。はい。で次の第3話ではですね、日本社会を30年間ぐらい見られてきて、この日本社会にどういったことをお考えなのか、みたいなことを聞いていきたいと思います。はい。それでは以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。